今日はですね、せっかくなので、改めて今回ルルブルルの体制よろしくお願いします。お願いします。やばい。こんにちは、空手家コウケです。今回も武術を生かした独自のスタイルで誰でも何歳からでも強くなれるをコンセプトに、誰強道場を主催している、キックの勝則先生とお届けします。本日もよろしくお願いします。お願いします。ですね、これまでのキックの先生からは、ルルブの使える技術だったりとか護身術っていうのをちょっと教えていただいてきたんですけども、今日はですね、せっかくなので、それらを使えるようにですね、改めて今回ルルブルルの体制よろしくお願いします。いやー、もうですね、緊張しかないですね。このルルブルルってもう当然ですけど圧倒的な経験値のある人と、もうなんかたまにやらせてもらってるだけの素人みたいなものであれなんですけど、ちゃんと上手になってますからね。すごいですよね、やっぱね。はい、お手柔らかにお願いします。だからルルブをやって、お互いにちょっとお互いにこの解説も僕の方の動画で、組み手の様子を流して、小部先生の方の動画で解説を流してみたいと思いますんで、ぜひ見てください。はい、お願いします。お願いします。20秒でいいのね、回す感じで。お願いします。やばい。昨年の K 点 IG 以来のルルブ組み手な上に、今回のコラボで菊野先生が意識している前手とポジショニングについて聞いてしまっているので、1本目はひたすらそれを取らせないことだけに集中しちゃってますね。この辺りのやり取りが分かりやすいんですが、あえて菊野先生よりも前手を下げておくことで、菊野先生がリーチ差を埋めるために後ろ足を詰めて前手を抑える動作が分かりやすいようにして、取りに来ようとした瞬間に菊野先生の前手の上を取ることでポジションを取られないようにしています。この後も一定の間合いを維持しながら、もしも菊野先生が不用意に入ってきてくれればと思って繰り返していますが、そんな甘い瞬間があるわけないですよね。いや入れないよ。1本目何もできなかったので、2本目は何かしたいなと思いつつも、久しぶりのルルブで菊野先生のプレッシャーに押されてます。これうまくいきましたね。前手のカウンターを抑えつつ、以前菊野先生に習った手先から行く目つきに挑戦しました。ここ取られて危なかったですし、ここもやっぱうまいですね。ここ1本目で必死に避けた菊野先生が狙うポジションを取られてしまい、必死にスイッチバックをフル活用で逃げて、追い打ちの金蹴りもなんとかスイッチバックで避けることができました。次の瞬間、前に出る勢いのついた菊野先生を狙おうとしたら、急ブレーキを前足でかけてバックステップでかわされてしまいました。ここも菊野先生が前に出ようとして足が横に揃うタイミングで金蹴りに行きましたが、あっさり読まれてさばかれてしまいました。3本目は何か変化させようと構え合う瞬間をなくして、菊野先生が前に来た瞬間にいきなり仕掛けましたが、さすがにそんな奇策はルルブでもうすでに慣れられてますね。今度はポジションの取り合いから、ここであえて棒立ちで誘いに挑戦したんですが、実はやった瞬間に、そういえばこの状態からのカウンター練習したことないから来てもらえてもどうすればいいか分かんないんじゃないかと思っちゃって、ここ、必死に避けた瞬間です。ここはポジションと誘い、カウンターの取り合いですね。今度は先ほどと逆に内側に踏み込みながらの奇襲にしましたが、これもあっさりブロックされてしまいました。
こちょっといかにも格闘技的なことをやってますね。一度菊野先生を外ポジションに誘い、菊野先生が外を取り返そうとした瞬間に内側にステップして内側から攻撃を出すフェイントをかけながら外へ、そこからまた内側に移行して同じ流れに見せかけてカウンターの内回し蹴りですが、途中で気づかれて技が成立しませんでした。ここで菊野先生が前足ローを蹴ってきたので、前足ローから内回しもどうかなと思ってこちら試そうと思ってますが、露骨にちょっとこれ狙いすぎですね。後ろだったらちょっと後つついています。もうここ見事にやられちゃいました。先ほどの内回しで上段を意識させての金敵いけるかなと思ったら読まれてしまい、蹴りの下ろし際でカウンターが打てなくなる瞬間に一気に走るように交互に足を前に出す、通常ではありえない周りの詰め方で連打を出されて撃沈。もうそれ以上来ないでって感じで必死に突き放してます。もうやられちゃったなーって首かしげてますね。この内回しも受けられちゃいましたね。今度は金敵蹴りをフェイントに上段を狙いましたが、金敵蹴りにも対応しつつちゃんと逆手が残っていて裏切られてしまいました。ここもうまいですよね。僕が飛び込み際に菊野先生の前手を封じて右を出そうとしたら、右手をかわしてそのままカウンター、かろうじて受けてますが、そのまま一瞬つかみ合いになりそうでしたが必死に振り払いました。攻めてないとこの距離は離れない。怖くて止めてくれるって信頼感があるからですよ。ここは序盤いろいろと誘いを仕掛けているんですが、菊野先生絶対誘いには乗ってこず、逆に僕の無駄打ちにカウンターを合わせる気満々で構えてますよね。ここせっかくのチャンスなのに対応分からず逃しちゃいました。ここでふとやりたいことができて、今回初めて自分からちょっと行くぞって圧をかけてます。はい、見切られました。先ほどのように前手を押さえる動きをフェイントにして、この手をかわしてカウンターに来てもらえたら金敵打ちのカウンターがいけるかなと思ったんですが、読まれてカウンターに来てもらえませんでした。ここ完全に不用意に行ってカウンターをもらっちゃいました。少しルールとしては近すぎる間合いで内回し蹴りに入ろうとした瞬間飛び込んでカウンター、これは完璧にもらっちゃいました。ここ誘っての飛び込みかわされました。一度攻撃に行くぞってふりをした直後に逆に攻撃意識を抜いて下がって誘いをかけ、菊野先生が前に来た瞬間に飛び込みましたが、わずかに顔をずらしてかわされカウンターが来たので、攻撃に使用した手を菊野先生を押すことで前へ外し防御しました。ここも似たパターンですね。菊野先生が足を踏み出す瞬間に合わせて前手を払って片手を制限しての右、それをしっかり受けながら払われた手の勢いをそのまま利用してカウンター、それをブロック。ほとんど無意識的に行われていそうですが、前手を払われた瞬間に一切力まずその勢いを利用してカウンターにつなげる技術は本当にさすがですね。どう仕掛けても毎回のようにカウンターが来るので、菊野先生は初手をどう仕掛けるか本当にこれ難しいんですよね。ここはもらいました。菊野先生が間合いを一気に詰めるために連続で踏み込んでこられたので、下がるステップを利用した内回し蹴りで金敵を捉えました。
ただこれ終了時間を告げる時間ですの声に菊野先生が反応してなかったら決まりきらなかったので、環境が味方してくれた感じですね。ここは先ほどの金敵を利用して金敵ブロックを誘いましたが、ブロックを越えられませんでした。ここは前手を払いながら右をフェイントにしてカウンターを誘っての金敵に行こうとしましたが、バレてて逆られてしまいました。今度も同じ入りに見せかけて菊野先生が前に来る瞬間に前手のカウンターが打てないように抑えながら攻撃したものの、あっさりかわされてしまいました。3本ぐらい来ました。多分無理になっちゃう。そこまで楽しくなってしまう。やります。残り3本と言われて急に何かやっときたいなーって欲が出てきてしまって、明らかにこの辺りは何かしようか、迷いが出ちゃってますね。そして結局思いつけずデジャブのごとく前手を押さえた右をかわされカウンターをブロック。最後は菊野先生がバックステップではかわせないほどのステップインできたので、スイッチバックで必死にかわして時間終了でした。このラウンドは直前のインターバル中に、よし、あの空手技に挑戦しようと決めて入りました。ここ次の瞬間完全に誘われてカウンターをされてしまいました。菊野先生が珍しく左のロングでカウンターを打ってきたので、受けた手でかけようとしたら避けられて、かけての蹴りにはつなげませんでした。もう出さないと時間がないと思いながら必死で次の蹴りをかわせない重心に誘導しようとしています。そして蹴りに行った瞬間に時間切れ。これまでの攻防で金敵の意識があったので作戦としては悪くなかったのですが、やっぱり20秒の間に仕掛けを作るのは難しいですね。時間切れになってしまいました。実は今のローではなく前手を内側から払って足をかけてバランスを奪おうとしたんですが、両方かわされちゃいました。ここ菊野先生の金手切れをギリギリかわせたんですが、とっさに蹴り返した蹴りが金蹴りじゃなくてフルコンで癖になっているインローになってしまい、自分に何やってんだよって首かしげちゃってます。やっぱりこういう場面ちょっと苦手ですね。カウンターから掴みに来られた時の対処が分からず腰を抱えられちゃってます。ここ菊野先生が本気だったらこのまま無理やり倒して壁に僕をぶつけて攻撃することもできたと思うんですが、この辺りで多分その危険を回避するために離すという選択をしてくださってます。そしてここ離れ際にありがとうございましたのペコしてます。今度はカウンターを取られないように今までと同じ入りと見せかけて右足を踏み込んでスイッチインの右の挑戦しましたが、あっさり違うってことを読まれちゃいました。最後は僕が菊野先生にやってた前手を払っての突きでしたが、ここ菊野先生なら前手を流してカウンターですが、僕はしっかり耐えてしまいブロックが精一杯でした。最後話してもらっちゃいました。すみません。だから最後本当はつかんでそのままいけるので残り時間少ないから最後話してもらったんでありがとうございました。いやーすごい。難しいやっぱり。ドーパミンですかね。出ますね。これ多分僕一番もやりたいですね。めっちゃ楽しい。
ちょっとずつなんかあれも試したいなって、途中から空手も頭なんかやりたいななんかよく思っちゃいましたよ。なんかこのちょっとこう血統みたいになると使いづらいんですけど、例えば多いっていう時とかまたバーンとかその空手の動きはすごい使いやすい、実践的だとちょっとこうルールの中で競技的だと空手の方が使いづらくなりますよね。難しいけど楽しいっすね。楽しいですね。ございます。なかなかないキリがないですね。なんか僕しかもルールってめったにできないんで、ちょっとずつこうこんな感じだったと思い出して順番途中から楽しくなってきちゃう。もうちょっと練習しとかないかな。さっき纐纈先生の知恵を得た小次郎もそうだし、纐纈先生もそうだし、なんかどんどん変わっていくんで、どんどんこっちもこういろんな引き出しがこの時はこうか、この時こうかみたいなね、僕もすごい発見があってね、ありがとうございます。でも1本目で菊野先生の技を聞いてたんで、1本目2本目はそればっかり意識しちゃってでもね、すごいやりづらかったですね、入っていけなかったですね。だからそれを攻略するためにはもう一ギアこう前に入るっていうね、こうぐちゃぐちゃしていくっていう感じでね、しないといけなかったんで、そこまでわざとしないようにちょっと止めてくれてくれるシーンがあれなんですけど、楽しかったです。ありがとうございました。今回は上段回し切りを当てるために僕が大切に、していた背筋で蹴る上段回し切りを出すためのコツ3選をお届けしたいと思います。普通に回して蹴ってしまうと軌道は、こういう形で顔に向かっていきますが、さっきやったやつは今日最後は YouTube を見ていただきありがとうございます。ですね、ルーブルで強くなりたい方とか、ご自身で、強くなりたい方はぜひ打熱強道場はあれですね、オンラインでも、されてて受講することができますんで、ぜひちょっと動画概要欄に詳細載せておきますんで、そちらも、チャンネル、チェックしてみてください。また今回僕のチャンネルでは、ですね、ちょっとスローを、使って、解説してるんですけど、菊野先生のチャンネルではもうリアルタイムの、スパーリングというか、グルーブの手合わせの方、掲載していただいてますんで、ぜひそちらも、ご覧ください。僕のチャンネルの方に纐纈先生の考え方、技術とかね、ギューッと詰め込まれてね、やってますんで、ぜひね見に来てください。今のはい、最後の締めの言葉がパッと出てこられました。これだ、これはスタートのやつ貼ったまんまで、いつもの決めの言葉、決めの言葉。じゃあもう一回あるかな。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に更新していますので、チャンネル動画内容がいいと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録して川手監督の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすありがとうございました。こういう形で肘を使いますね。